こんにちは、みんまよと申します。今回はたった9万円で生活する私の生活費を公開します。まずはじめに、私の基本情報となります。私は今26歳の社会人3年目で、都内の賃貸マンションで彼氏と猫の3人暮らしです。生活費はすべて折半しております。それでは早速内訳に入っていきたいんですけど、まず家賃が5万5千円となっております。これは彼氏と折半した後の金額ですね。で、間取りは 1DK となります。持ち物を最小化、ミニマル化して 1DK に住むことで、高立地だけど都内ではお手頃価格で住めているかなといった感じです。やっぱり一番最初に削れる金額って家賃だと思うんですけど、私、彼氏と同棲を始める前は港区に住んでて、家賃が9万3000円とかだったんですね。もうめちゃくちゃ高いじゃないですか。しかも部屋めっちゃ狭いみたいな。やっぱり立地が良くて、かつ家賃を下げようとすると築年数がめちゃくちゃ古くて設備があんまり良くなかったりだとか、あとは部屋がめちゃくちゃ狭くなっちゃうっていうので、自分の持ち物、服とか余計なものをどんどん削ぎ落としていって減らしていくことで、狭い部屋でも快適に暮らせるようにしました。次に光熱費ですね。光熱費は電気代と水道ガスの3つ合わせて月々8000円程度となっています。うちには猫がいるので、やっぱりどうしても夏場とか冬場とかはエアコンを一日中つけっぱなしにしているので、電気代が少しかさむかなといった感じですね。ただこの3つに関してはあまり気にしすぎても数百円の節約効果にしかならないので、あまり気にしないようにしています。あとは、自炊率が高めであることと、私がお風呂に入ることが趣味のようになっているので、どうしても高めになってしまうのかなといった感じですね。次が食費なんですけど、これがちょっと私たちは特殊な振り分け方をしていて、食費とペット用品、猫の餌とか、あと猫砂とか、おやつ代と、あと自分たちのシャンプーとか、洗剤などの生活用品の3つですね。この3つを合わせて1万5000円以内に収めるようにしています。この食費なんですけど、外食も込みの金額になっていて、私が結構外食が好きで、ストレス溜まってる時期とかだと週6ぐらいで外食してて、食費が月4万とか超えちゃう時もあって、休日の昼のみ OK っていうルールにしています。なぜかというと、外食ってディナーとランチで結構金額が違ったりするじゃないですか。でも食べれる料理の内容ってそんなに大きく違いがなくて、ランチだけで安く済ませようっていう話になりました。あとはふるさと納税の返礼品ですね。基本的には冷凍食品を返礼品として選ぶことが多いので、そちらを活用しています。特にね、9月末とかがちょうどポイントがつく期限だったので、今続々ふるさと納税の冷凍便が家に届いているっていう感じですね。あとは、自炊するにあたって食材を無駄にしちゃったりとかすることよくありますよね。野菜とか生鮮品とかって気づいたら消費期限切れてて、野菜もクタクタになってて、せっかく買ったのに捨てなきゃいけないみたいな、お金をこう道具に捨てていることってあると思うんですけど、適宜冷蔵庫の中身をチェックして、冷蔵庫が空っぽになるまでもう買い出しに行けないっていう縛りプレイをしてます。で、その冷蔵庫が空になった時にどんな食材買うかっていうのを、献立をあらかじめ何パターンかこう決め、スーパーに行った時に安い食材を買うっていうようにしています。なんで事前に何を買うか決めてスーパーに行くんではなくて、何パターンか用意しておいて、でスーパー行った時に安い食材とその自分の献立がこうマッチした時に買うっていうようにしていますね。次に通信費なんですけど、こちらは1000円になります。
私はキャリアは楽天モバイルを使っているんですけど、この楽天モバイルって3ギガまでが1000円で、20ギガまでが2000円で、20ギガ以上が無制限いくら使っても3000円ですっていうプランなんですけど、その中で私が1000円ってことは3ギガしか使ってないって思われるかもしれないんですけど、そんなことはなくて、1年間の間毎月30ギガまで無料で使えるっていう株主優待がありまして、そちらを活用しています。で、なんで1000円かかってるんだよって思うかもしれないんですけど、楽天の株主優待の SIM って新しい電話番号が発行されるので、すでに持っていた電話番号を維持するためだけにポボに入って、で、かつ楽天の優待 SIM を使うことで完全に0円で運用ができるんですけど、ちょっと変えるのめんどくさいなっていうので、私は1000円払っちゃってるんですけど、手続きとかもそんなに難しくないと思うので、今から楽天の株を買っておいて、ちょっと株主優待が廃止にならないようにお祈りするっていうのもいいと思います。次が交際費なんですけど、こちらは5000円程度ですね。飲み会に月1回参加するかしないかみたいな程度なので、こちらの金額となっています。同期とか、友達とかと飲む時って、ちょっとでもみんな安く済ませたいっていう人たちで集まってるので、そんなに高くはならないですね。積極的に宅飲みとかも活用していくといいと思います。で、次にスポーツジムに通っているので、そちらが2000円となります。で、こちら本来月会費2000円じゃないんですけど、会社の福利厚生で、一部会社が費用を負担してくれている状態なので、もし会社の福利厚生とか、チェックして、スポーツとか習い事の補助があるようだったら、もうそれを積極的に活用するのもいいんじゃないかなと思います。最後に、その他の費用ですね。が、だいたい4000円となっていまして、もうこれはさっき話したもの以外全部の費用って感じになっていて、具体的にどういうことかっていうと、美容院、私美容院ロングヘアなので、そんなに頻繁にはいかないし、カラーもしてないので、3ヶ月に1回ぐらい長さ切り揃えるためだけに行ったりだとか、あとは病院とか、あと遊びに行く時の交通費だとか、あとはカラオケ行ったりとかダーツ行ったりとか、そういう遊びの代金だとか、あとは服ですね。服もそんなに持ってないし買わないし、買う時もポイントで買えればポイントで買うみたいな、もう節約根性丸出しなので、そんなに頻繁にはかからないんですけど、臨時で必要な出費として4000円となっております。で、最後にですね、サブスクについてなんですけど、私が入っているサブスクは一つだけですね。で、これがAmazon プライムですね。金額としては彼氏と折半しているので、年3000円となります。なんだかんだ Amazon はよく使うので、で、猫ちゃんのね、餌だったりとか、猫砂とかは、Amazon で買うことが多いかなって感じですね。で、結構、店舗とも値段見比べてみたりするんですけど、Amazon の方が安いことが多いですね。あとは、音楽のサブスクとか、結構みんな入ってるイメージあるんですけど、私も一応今は無料体験で入っている感じですね。なんか、Amazon Music とか、あと、本の Kindle Unlimited とかって、Amazon が定期的に無料体験3ヶ月みたいなのをやるんですよ。年に2回とか3回とか。もっとやってるのかな。やってて、で、過去に無料体験した人も、また無料体験できるみたいな、神のようなキャンペーンをやってくれていて、そのタイミングで入会することはありますね。ただ飽き性なので、その定期的に契約と大会繰り返すのが性に合ってるかなっていう感じで、以前は毎月なんか1000円とか払って、Apple Music とか入ってたんですけど、音楽聴かなくても生きてはいけるかなって思って、最近はあえて音楽を聴かない、筋トレしてる時とか、通勤時間も音楽を聴かないみたいな逆張りをしています。はい。で、生活費については以上なんですけど、最後に、こういう
カツカツ節約生活を続けるコツなんですけど、これはもう圧倒的に有効な手段が一つあって、それが1円も使わない日を作ることですね。これノーマネーで NMD って書くんですけど、カレンダーとか手帳とか何でもいいんですけど、今日はノーマネーでだぜやったっつってなんかシールつけたりとか記録してあげると、ノーマネーデーが月になんだろう、10回とか作ると本当に溜まりやすくなりますね。じゃあ逆にノーマネーデーの日に何をしているのかっていうと、すでに家にあるものを活用しています。家をうろうろして長らく使っていなかったもの、例えばお菓子の材料とか、最近だと私ゼラチン全然使ってなかったゼラチンをキッチンで見つけて、家にあるジュースとゼラチンでゼリー作ろうとかあとはゲームですね、積んどくとか積みゲーとかあとは最近使ってなかったアプリ、最近彼氏とはしゃいだんですけど、 AI 顔診断だっけな、なんかその自分の顔の写真から有名人だと誰に似てるかみたいなのをこう診断してくれるアプリがあって、なんか数年前なのかな、もう6年前とかにめちゃくちゃ流行ったんですけど、それがまたリバイバルして私をあえて男性だと誰に似てるかとか見たりとか、彼氏が女性だったら誰に似てるかを見たりとかしてました。私は女性の有名人だと TWICE のジヒョちゃんが一番似てるって出てきたんですけど、全然似てないと思います。最後女性にありがちだと思うんですけど、物欲と戦うコツなんですけど、私めちゃくちゃ物欲やばかったんですよ、過去。服も400着ぐらい持ってて、部屋の収納だけじゃ足りなくて、なんかタンスみたいなタンスってなんか古い言い方かな、収納ケースを何個も買ってこう積んで、そこにぎゅうぎゅうに服を入れるみたいなことをしたりだとか、あと過去はアニメオタクだったので全く同じ柄の缶バッジを100個集めるとか、なんかよくわかんないことをしてたんですけど、今こんなに物欲がなくなったっていうのは、欲しいものリストをスマホのメモに書いて、その欲しいもののブランド、名前、値段、あとなんで欲しいかっていうのをこう書いていくんです、一個一個のものに。もうまずこの時点でハードルが高くて、書くのめんどくせえって思ったものはいらないものなんですよね。で、それ書いたものに対して、長く使えるかとか、あといろんな使い方、他の使い方ができるかとか、服だったら自分の持ってる他の服と合わせやすいかとか、あとはデザインに妥協してないかっていうのを考えて、それでも欲しければ少しでも安く買える、たくさんポイントがつくサイトを探して買うっていうようにしてますね。でも数日経って、やっぱいらないかなって思ったやつはもう消しちゃいます。いかがだったでしょうか。どうしても節約っていうと我慢のイメージがあると思うんですけど、お金をかけないと楽しめないっていう固定観念を覆す必要があると思っていて、すでに持っているものの中で何か楽しめないかなっていうのを考えていくことが楽しく節約する近道かなと思います。他にも資産形成節約を20代女性の観点でお話ししている動画を上げていますので、よければそちらもご覧ください。いいねとチャンネル登録で応援してもらえると嬉しいです。ここまで見ていただきありがとうございました。またね。